今ぬるぬるのお引っ越しをしているんですけども、また形を変えてですね、園芸博でも皆さんに何か体験できていただけるように、実は途中をご用意いただいたりとか、作品を作れる環境をいただいたりとか今させていただいてて、計画してますので、ぜひぜひ違った形のヌルがですね、園芸博にできるかなと今だんだん計画が煮詰まっておりましたので、皆さんも2027年花博にやってきてください。よろしくお願いします。はい、私よくスライド1枚目にこの作品を置いてるんですけど、実は日本科学未来館の3階にですね、常設展を作ったものがあって、でオープンの時が11月だったので秋の花なんです。これよく見るとお手前のお花と使っているお花は結構植物の植生がよく似ているというところがあって、私その真ん中に、植えられているのが人工物のモルフォチョウと人工構造色のモルフォチョウとあと自然物のモルフォチョウがシュッと合わさっていて、そこに光があったり奥にデジタルの地球があったりとかするような世界観で、題字は刺繍さんに書いてもらった計算機と自然計算機の視点という展示をやってるんですけど、もしお時間あれば行っていただきたいんですが、こうやって思うのはこれは6年前に生けてた花なので今はこの花は生けられてないんですけど、他のものにどんどん変わっていくんですが、ただ季節が巡ってくるとですね、同じようなカラーリングのもしくは同じような題材をモチーフにした生け花が違った形でいろんなところに見れるというのは非常に面白いなと思っているところでございます。先ほど歌のご紹介があったので、僕も今日は歌から始めようかなと思ってたんですけど、日本人の自然観といえば、これちっちゃいんですね、読めなくていいです。私は読みます。はい。で俺寺田虎彦っていう昔物理学者で随筆家の方がいて私は大好きなんですけども、彼が昔「日本人の自然観」っていうエッセイを書いていることがあって、でその前にちょっと寺田的世界観をこの渋垣というお手紙を書いてあるエッセイ集なんですけど、先日は失礼、鉄筋コンクリートの3階から復興の東京を見下ろしての連空三昧は変わった庭園であった。ソクラテスが箱に入って吊り下がりながら展開のことを考えた話を思い出した。日が暮れた窓から下町の照明を眺めていたら、高架電車の火が町の火の間を縫うて飛ぶのが妙な幻想を起こさせた。自分がただ一人寂しい星の世界の真ん中にでもいるような気がした。今朝も庭の椿が一輪落ちていた。調べてみると一度うつむきに落ちたのが反転して、仰向きになったことが花粉の痕跡から分かる。測定をして手帳に書きつけた。この間植物学者に会った時に椿の花が仰向きに落ちるわけを誰か研究した人があるかと聞いてみたが、多分ないだろうということであった。花が木についている時は植物学の問題になるが、木を離れた瞬間から以後の事項は問題にならぬそうである。学問というのはどうも窮屈なものである。落ちた花の花粉が落ちない花の受胎に関与することもありもしないか。落ちざまにアブを伏せた椿かなという先生の句が、これ夏目漱石だと思いますが、実形であったか空想であったかという議論に部分が参考になる結果がそのうち得られるだろうと思っている。明日は金曜だからまた連行させようと、いい感じの句ですね。はい、意味わかんないと思うので絵でするところです。はい、AI が最近絵は一瞬で描いてくれますから素晴らしい句です。はい、現在ではきっと花が落ちる行為も植物学の領域ではあると思うんです。ただ学問っていうのはその間の領域が染み出されるまでは分断される領域でございますので、じゃあ椿の花が落ちてアブの上に本当にヒュッと乗ったのかっていうことを考えるというのは非常に寺田物理学的世界で、私もこんな感じに世界を見ているので、文系理系特に関係なくですね、句を読むところまでは文系の領域、じゃあ植物があるところは生物学、ただ落ちてくるとは物理学、これ計測するのは何やるのかコンピューターサイエンスの領域だったりするわけです。でこうやって見ると学問は非常に面白いわけでございまして、学問は窮屈かといえばそんなに窮屈でもございません。すみません、私は落合と申しまして、いろんなことをやってるように見えるんですけど、私計算機線がデジタルネイチャーのことをやってるうちに学問が窮屈じゃないように振る舞っていたらやってることがいっぱい増えてしまった人間でございます。ベースは筑波にあるデジタルネイチャー開発研究センターとかのセンター長をしています。あとは大阪万博のプロデューサーをしたりとかしていたりとか、そういうことをしていました。で日本人の自然観といえば寺田の文章というとこれですね、1935年に寺田が書いてある、今から90年前です。はい、これも読みにくいので私が読みますね。我々は通営便宜上自然と人間とを対立させ、両方別々の存在のように考える。これが現代の科学的方法の長所であると同時に短所である。この両者は実はこうして一つの有機体を構成しているのであって、究極的には独立に切り離して考えることができないものである。人類もあらゆる植物や動物と同様に長い年月の間に自然の懐に育まれて、その環境に適応するように育てられてきたものであって、あらゆる環境の特異性はその中に育ってきたものに、たとえわずかでも世の中の固有の因縁を残してあるだろうと思われる。
人間と自然をひっくるめた有機体における人間と自然の交渉はやはり有機的であるから、たとえ科学的、気象学的に同一ともらえるものでも、それに随反する他の要素の複合移管によって全く別質の意義を持つのは言うまでもないことである。そういう意味で私は春雨も秋風も西洋にはないというのである。そうしてこういう語彙自身の中に日本人の自然観の諸断片が濃密に圧縮される形で包蔵されていると考えるのだと。耳で聞いただけでさっぱりわからんという人もいますが、絵に描くと AI 便利ですね。絵に描くとわかる。ただ言葉の余韻だけでわかることもあるし、絵でわかることも別々にあるんですが、西洋的二元論っていうと自然と人間を対立的に考えるというのが当時明治時代、違う、今の昭和10年とかだと思うんですけど、昭和10年の世界観とこう捉えてられましたと。だからそんな上で東洋的自然観っていうのは、人間自然風土が一つの自然を有機的に作っていると。それは雨が降るという春雨も、H2O が降ると考えればそうだし、気象現象としては秋も春の雨も変わんねえだろうと思うこともあるけれども、五感としてそもそも違うし、風情として違うんならばそれは固有の因名があるであろう。それは違った固有のシステムなんだろう。これを文系と捉えるか理系と捉えるか、古典と捉えるか現代と捉えるか、科学と捉えるか随筆と捉えるかというのはなかなか不可分なものであって、それをどう考えていくのかというのは重要です。で、私デジタルネイチャーをやってるんですけど、デジタルネイチャーって何ですか、コンピューターですかと言われると、いや、新しいコンピューターが出てきてからの新しい自然を考えると、それは自然も人工物も計算も物体も、それは有機体であって、そこにはなかなか分け隔てない世界観が広がっているのであると私は捉えておるので、例えば古典の文章を見たら、これは AI に食わせてみたらどんなベクトルに変わるんだろうかとかいうのが興味あったりとかですね、じゃあこれアイヌ語で短歌読むにはどうしたらいいだろうかみたいなことをコンピューター片手に考えるみたいなことを仕事にしています。で、つい最近ですね、万博が閉幕しまして、もう大体1ヶ月半ぐらい経ってしまったんですが、でそんなことをちょっと懐かしみながら、このデジタルネイチャーっていう問題と日本人の自然観について今日はちょっとゆっくり考えていこうかなと思っています。でですね、懐かしい音ですね。この曲、さよならホモ・サピエンスって曲なんですけどね、AI 南春夫さんが歌ってるって頑張ってチューニングして南さんっぽくした方ですけどね、ちょっと坂本九っぽいとか言われるんですけどね、でも僕は南さんっぽく聞こえるんです。で、万博では鏡のパビリオンを作っておりまして、名前をぬるぬると言います。実にふざけた名前ですが、実に大阪というふざけたというと怒られる。私は大阪大好き。大阪じゃないとなかなか成立しないものっつうのがあるわけでございまして、90年の花博もおそらく大阪でないと成立しなかっただろうなと思うところがあって、大阪人は血にね、ここ55年ぐらい万博の血が流れているので、なかなかすごいことになってるわけですよね。血気盛の万博民たちの集まりでございます。で、万博の中では人工生命、人間と記号論、そして変形する鏡のパビリオン、そして鏡で、デジタルと物理の境界が分からなくなる空間っていうのもテーマに作っていました。非常にいろんな人に来ていただいてよかったなと思っています。ぬるぬると、教会の人が伸びたり縮んだりしてますね、あそこね。こんなで、ぬるぬるって言葉はいつから使ってるんですかと、いい質問ですねと。万葉集にも出てきますと、阿波尾の愚田に終わるたわみずら、ひかばぬるぬる青ことなたえと、あと入間寺の大谷川原の岩場いずら、ひかばぬるぬるわにたなたえそねか。で、これどっちもひかばぬるぬるなんで、使ってる動作は一緒ですね。つまり長い鶴をね、引いてる時にぬるぬるしてるんです。ぬるぬるね。なんで、あともう一句、ぬるぬるって出てくるのなんですけど、割と似ています。なんで、万葉集の頃からぬるぬると言っているということはですよ、古墳時代、その前から多分言ってたんでしょうな。要は和語、大和言葉です。漢文として言ってる言葉じゃないので、ぬるぬるですね。なんで、あれをぬるぬる引くように、お手紙が絶えないようにしてくださいよとか、頼りが絶えないようにしてくださいねっていう意味でして、ぬるぬるというのは結構長いです。ひらがなで書くとぬるぬる、カタカナで書くとぬるぬる、当時の当て字っていうか、万葉仮名じゃないかな、漢字で書いて仮名で読むやつがあるんですが、あれぬるぬるです。あそこの股のとこと流れるの下のるのとこ取ってカタカナができてるんでぬるぬるですね。こんなことがあります。で、英語で書くとヌルもなるなんですけどね、ヌル、日本語ではヌルっていうので、これ、ヌルの事情でヌルヌル。そして、仏教的な空とヌルを同じにすると、空の事情でヌルと、なるほどねと。このくらい混ぜてやればよろしいだろうと言ってやってたわけですが、
なんでそんなことをしたんですかと言われると、いやーですね、テーマ事業をやってくださいと言われます。テーマ事業、それは何ですかと言うと、まあ昔、太陽の塔ってあったでしょ、大阪にって言って、はあはあ、ありましたね。で、今回は大阪万博ではテーマ館を8館作るんだと、はあ、それは随分豪勢な掘ってってなったんですが、まあ、8分の1さ8館って、ああ、それはちょっとちっちゃい掘ってって思ったんですけど、で、まあじゃあ太郎と同じような仕事を8館でやるんだとか、分かりましたと、じゃあ落合さんを好きにやってくださいと、はあ、なるほど、でも太陽の塔が縄文っぽいモチーフだということは知っているので、すごく安直なお気持ちでですね、よし、鏡にしようと、鏡のパビリオンを作ると、古墳時代にある時代、農業が始まって以降の時代、そして大陸、東アジアの文化が合体した鏡が象徴する日本の文化っていうのはどんなもんだろうかと。まあ、これは右が内向家紋鏡ってやつですね。これパラッとめくると表面がツルツルした鏡になってます。左はゴツゴツした縄文の鏡です。でも太郎のことを振り返るとなかなかすごいんですよね。これすごく面白くて、太郎岡本さんが1970年の記者会見でこう言ってるんですよ。初めに私はこの万博のテーマに反対だよと。わあ、誰が呼んだんだこいつって感じですよ。責任者を連れてこいという感じですが、人類と進歩の調和なんてクソくらいだと、人類は進歩なんてしていないと、確かに宇宙へ行く学技術は発達したが、肝心の宇宙を感じる精神が失われてるじゃないか。それに調和といったって日本の常識でいけばお互いを譲り合うってことだろう。少しずつ自分を殺して譲り合うことで慣れ合ってる調和なんて癒しいってひどいこと言うやつだって、まあ明らかに思います。連れてきた人の首が飛ぶんじゃないか。でもまあそれで今回万博のパビリオンを作るときにですね、まあじゃあ人類は進歩も発展もしてないし、進歩も調和もしてないかもしれないけど、文明は発展してるんですよ。これ人類は発展しなくても文明は発展しますよね。つまりコンピューターが勝手に進めていった世界って文明勝手に働くんじゃないとか、じゃあその調和した元は本当に癒しかったんでしょうかね、意外とぬるぬるやってきたんじゃないですかねっていうようなところも含めて、まあ、そういったまあなんだろう、現象的な衝動だけでもないジャパンっていうのが一体何なのか、そしてその中に鏡や人間や、今 AI に人間が抑えそうになっている世界観っていうのはどういうもんなのかっていうのを、建物の中そして外で表現していくってことをテーマにしてました。なんで10月13日までやってましたね。きっとこれ35年後ぐらいにこういうシンポジウムやるときに僕もなんかおろおろ出てくるんですかね、はい、と思いました。っていうことがあるんですが、で、なんかね、ちょっとね、万博やりすぎて、最後のやつが1年ぐらい、1年で2ヶ月ぐらい遅れそうな、2026年でそうなんですけど、本を最近結構書いてまして、本世紀とかデジタルネイチャー、最近はまたぎドライブとか、これね、なんか帯に「世を捨てよ熊を狩ろう」って言って、これアマゾンで売ってるんですけど、めっちゃなぜか売れてて、いやー、それ熊対策の本じゃないんですけどって思ってるんですけど、まあまあまあ、はい、皆さんまだお買い上げいただいてなかったというかってほしいんですが、はい、なんで熊を狩ることになったのかっていうのを含めると、まあ、このさっきから植物の話は多いんですけど、まあ、これは2018年に書かれた論文で比較的新しいんですが、地球上のバイオマスの分布を頑張って推定した論文でございまして、まあもうね、圧勝、植物圧勝です。植物450ギガトンカーボン、バクテリア70ギガトンカーボン、古細菌7ギガ、原生生物4ギガ、動物2ギガですから、動物は植物に比べて225分の1しかいなくて、で動物のうちの30%ちょいが、人間ですねと。ほぼでも動物、哺乳類が大体、家畜と人間って野生哺乳類というと、家畜は人間の 1.5 倍ぐらいいるんで、まあ、人間の周りに自然を作ってきて、まあ、これがいいことなのか悪いことなのかという善悪はとりあえず置いておいて、まあ、地球はほぼほぼ植物の星ですから、まあ、植物の星ですと。でよくこういう時に「じゃあ」って言って質問するのは、まあ、定番なんでみんなもう分かってるかもしれないですけど、コンピューターは、どのくらいですかって、古細菌ぐらいですかと、それともバクテリアぐらいある、人間ぐらい、それとも動物ぐらい、いやそれとも植物を超えているって、こんなことをよくみんなに聞きます。デジタルネイチャーは近いの遠いの、今のはもう通り過ぎたのって。でスマートフォンの出荷台数のことを考えると10億台ぐらい作ってます。人間が生まれてくるのは1億人です。新生児ってどのくらいですかね。皆さん自分が生まれた時の体重覚えてますか。僕は覚えてないですけど、大体でもね 2400g ぐらいで僕軽めだったと思います。でスマホ1台 240g ぐらいで、落合陽一を10個に細切れにするとスマホ1個になるとすると、10億台生まれてくるスマートフォンと1億台生まれてくる人類、あれ人間は自分たちの子供たちより多くスマートフォンを作ってるじゃないか、もうこれはやばいのではと。多分人間よりはもうコンピューターは妄想だということが分かりますね。さあでもこれを答え合わせする論文が実は2020年に出てまして、バイオマスの量をですね人工物質はもう超えてるんですよ。これはなかなか恐ろしいことです。つまり全植物を足し合わせたよりコンクリートとか、土地とか建物全部足したら重いです。なので地球はほぼほぼ、人工物の星です。
ただその人工物は全部コンピューターにつながってます。だから例えばここでも w i f i 通ってるし、電気も通ってるし、ここにパソコンもあるし、みんなの車ももうカーナビもついてますね。つまり我々はコンピューターのが葉脈のように走ったデジタルネイチャーを生きているという、もはや過言ではないです、2020年以降は。で、こと2027年の花グリーンエキスポでは、おそらくこういうのは多分重要になってくる。つまり何かというと、コンピューターが自然の中のバイオマスを超えた時代に、一体我々はどういうところにエコシステムを考えないといけないのかとか、じゃあ人間が森に帰る、自然と共生すると言ってたが、人間が作ってきた、物理的な環境は、今優に、元来のバイオマスを超えてしまったじゃないかと言われれば、あ、そうかもしれないですねと。まあでもよく言うのはですね、日本人の自然観と、ほうほうと、ああ、水田が綺麗ですね、AI で作った風景だけどと思うわけですけど、ただ、これもね、縄文人からしてみれば、洪水の後ですかと、なんでこんな水があるんですかと、鏡で覆われてますが、だいぶやばいですよね、これ。いや、違うんです、これは環境改変して全部ね、水張ったんですよと、はあ、なんでって言われると思うんですが、でもこれを見たとき、日本人の自然観だと思いますよね、普通ね。なので、縄文人にとってはかなりの異物です、人工改変です。でただこれから先デジタルが自然と合わさっていっておそらくあらゆるところになんかロボットがいたり何とかしたりとか電波飛んでたりわけわからないものがいっぱい混ざってくるんですけどそれを見た時僕らの今生まれてる人たちですけどもう20年後ぐらいに生まれてきた人たちはこれも一つの自然だね多分思うと思うんですよね、もしくは1万年後ぐらいしたら多分もう馴染んじゃってると思うんです。でもそういった今端境期なんですよ。2020年代になって人工物の方が多くなってきた時代なのでこういった時にどういう自然観を持っているのかっていうのを未来に語っていくというのは100年後振り返ったらきっと味わい深いですよ。さっきの寺田みたいになるほどその時代はそんなこと考えてたのかと思うわけです。でもそれっていうのは文明の中では結構大きな変節点であって、例えば狩猟採集時代農耕時代科学技術を人間が手で進めてた時代から、AI 使って森の中でなんか積んでくればみたいな感じになってきたらそうですね確かに熊を狩りに行くっていうのが一つの選択ですねとなってくるわけでございまして。どうやってこの自然環境の中と生きていくか、そして人間がサピエンスを手放しても人間らしく生きるにはどうしたらいいんだろうかっていうのは普遍的な問題だと思います。言うにじゃあって言っても AI ってまだまだじゃないのって、いやーなことないんですよねって2022年にこれ作ってたグラフなんですけど2025年ぐらいになると人間と AI って学習量同じぐらいになっちゃうよねと言ってたんですけど当時はなんかバブりましてなんか知らんけど2023年の前半には人間が生涯で学習する活字の量とかを大体学習したやつとか出てきて高校生で賢い応答をし始めたと思ったらあっという間に全人類を抜き去りそうな勢いで AI 作ってますと。プログラム書くのも AI よりプログラム書けるやつはもう多分地球上に消滅したんじゃないかと思っていますのでこうやってあらゆる業種業態はですね1位の座を AI に受け渡し続けていきますので、全部そうなっていくと思います。つい最近までねパワポ作るの超下手だったんですけど AI 今パワポ作るのも誰よりもうまいんで霞が関が圧倒的に楽になるんですよね。先週から超楽になったはずなんでもうね超楽勝です。レクとかしなくても大丈夫当日できるという問題ないといいんですけどそれでデジタルネイチャーのことを考えようぜと人工物と自然物が入れ替わって新しい自然環境になった時に辞書的に書いてみて時間おっぱいで見にくいですねと AI に書かれてはい僕はもうダメですってなったんですけど AI の方がうまいですね。でも人間中心だったところから計算中心の世界に移行すると人間っていうのはでっかいネットワークの一個であってそこに機械も動植物の自然もつながれている世界が一個あると、これは中心構造が人間から自然に変わっていくっていうことだろうねと思いますと。でそうすると物質と情報っていうのは融合してきますよねと。つまりコンピューターが物理化することもあるし物理世界に何か形を作ることもあればそれがすぐにデータ化してそれが一緒に融合構造になっていると。でもそれをどう使っているのか人類はなかなか分からなくなってくると。本世紀っていう本に書いてあるんですけど、魔術化してしまうのであらゆるコンピューターが動いている理由は分からんと。チャット GPT 使ってるけど使ってる仕組みは分からないと。誰もトランスフォーマーなんてもう忘れてしまったと。多分15年ぐらいするといやー仕組みは分からないんだがとりあえず AI が作ったからこれで OK ということで全部動かしているみたいな状態になっていると。その時大事故が起こったらどうするんですか。その時は AI で対応するから大丈夫と。戦場に出たらどうなってるかって AI と AI が戦ってるってことそれで大丈夫だ大丈夫だってな。しかし、これは違和感があるかというと科学発達以前の人類は主にそういう暮らしをしてたわけですよ。つまりは例えばねナポレオンが遠征に行く時にガラスの中に瓶詰めの中にですね野菜を詰めて持ってったんですけどそれを火を炙って持っていくと邪気が消されるので長く持つ。火を炙らないとすぐ腐る。これは邪気を火で払うことによって言ってたってナポレオンの時代マジでそう言ってたんですからね。マジで
これはでなんだけどきっと、まあ、AI が言ってるから動く、こっちも AI が言ってるから動く、多分仕組みは分からないが AI が言ってるからとりあえず大丈夫だと、あんまりどっちとは変わらないわけです。でそれを嘆かわしいというのは現代人類の問題であって、きっと将来人類においては人類がそれを明らかにするなんて随分やばいですね、電卓なかったんですかみたいな話なんですよ、これ多分。例えば新幹線を人間が運転してるってなんですけど、リニアのモーターカーは完全自動運転ですよね。500キロのものを人間が止めるなんてなんて危ないことしてるんですかみたいな話ですよ。わかりますか。でこうなってくると、まあ、科学観倫理観が大きく変わるでしょうという世界観に生きておるところです。で先ほどの日本科学未来館の上の展示、そんな展示でして、生け花があったりとか、まあ、AI が人間ぬるぬるしてたりとか、これ6年前に展示オープンした時には何を言ってんだお前はと思ったんですけど、2025年の今なんか批評性が随分高まっておりまして、行くと非常に面白いのでぜひ皆さん行ってくださいというところはもちろんございます。でそんな中ですね、じゃあ、人類はどう進歩してきたのかと、まあ、岡本太郎さんに言わせればいつも人類は進化なんてしてないって言うんですけど、まあ、ただ人類の進化マップをこうマッピングしてみるとですね、人類の進化史は圧倒的に加速しておるわけで、狩猟採集時代は10万年に1回ぐらいしかイノベーション起こらなかったのに、今の時代はですね3年に1回ぐらいイノベーション起こってたと思ったら、最近は1ヶ月に1回ぐらいイノベーション起こると、このままどうなるんですかと、まあ、この文明は速度が低下することはないので、皆さん3時間に1回ぐらいイノベーション起こったりとか、3分に1回ぐらい起こったりとか、3秒に1回ぐらい起こったりとか、5秒に3ミリ秒に1回ぐらい起こったりとか、3フェムト秒に1回ぐらいイノベーションが起こるようになりますよって言ってるんですけども、なことあるかと言われるんですが、多分なことあるんですよ。文明の歴史を対極的に見て、これを各イノベーションが起こるタイミングを直線でログだから対数軸に置いてみると、人類のイノベーションの折り返し地点は産業革命なので、その前の250万年、ホモ族の250万年とそれ以降で250万年対たかが250年ですからね。この加速度はなかなかなもんで、まあ、おそらく我々が今ここにいる人たちが多分ほぼ全員生きてる間にAI の方が人類全員より賢くなるのはずです。でその間におそらく発明と人間の関係っていうのはおそらく入れ替わるでしょうと。でもそうなってくるとどうなるんでしょうね。文明は進化するが人間は進化しないってことなんですかねと。でさようならホモ・サピエンスヌルに帰ろうっていうのが、この前のエキスポのテーマでした。でまあそれはそれで良いと。でそんなことでじゃあ新しい自然について考えるにはどうしたらいいんだろうと、まあ、これでさっきの、寺田の1935年の、エッセイだったんですけど、ちょっと私はもう一人大好きな人で柳宗悦っていう人がいます。柳宗悦って誰ですかが民芸運動っていうのをやってた人ですと、なんでこの場に行けば柳の日本民芸館があったりとか、あとは民芸の展覧会に行くと大体柳がニコニコしながら壺持ってるやつが木磁器見てるやつが大体あります。これは珍しくですね、日本最初の写真雑誌が「黄河」っていうんですけど、黄河が1932年に発刊された時に柳がねエッセイを書いてあるんですよ。でちょっと欲しくて黄河買ったんですけど、はい、確かに書いてあります。面白い。ここに美しい自然があるとしよう。諸君よ、諸君はその写真以上に美しく自然を見ることはほとんど不可能なのである。美しい写真は与えられた自然よりずっと美しい。そこにこたつしない写真はまだ十分に美しくない。私たちは美しい写真を通して自然を美しく見ることを教わるのである。いい写真は自然の自然である。そこにおいてほど、自然の脅威が躍如として現出される場合はない。私は再び言おう。美しい写真ほどに美しい自然はありえないのだと。私たちはそれを通じて初めて自然を美しく見ることができるのである。この点では良き絵画と同じ性質がある。写真は真を写すというが、真を作ると言った方がいい。良い写真、美しい写真は自然を創造する。写真の極意の一つは切り取り方であるが、場面をどう切れば自然が生きるか、ゆえにこのことは自然への見方が左右することなのであって、機械が支配することではない。良き写真師は機械の良き支配者である。優れた機械が便利なのは支配の自由が一層効くからという。機械がいいほど人間の創作の余地が増える。それゆえ美しい写真は単に外界のものの受け取りではない。その写生でもなく複写でもない。むしろそれが自然を生むのである。普段に見れない自然の美しさほど生むのである。写真の支部はそこにあると思うと言ってたんですが、まあ分からないのでとりあえず AI ににしてもらいましょうと。まあいいかな。でデジタルネイチャーも分からんというが、写真の柳の話も分からないように見えてちょっと同じことを言ってるんですよね。まあ、つまり美しい自然を作るという行為においての写真機の重要性と、じゃあ自然っていうのをもう一回計算し直した後、自然に還流すると計算機が新しい自然を記述するっていう話なのであって、まあ、昔は一方的に切り取る、取ってみるしかできなかったんですけど、
まあ、それを取って作る、今だったら遺伝子を改変したりとか、DNA の中で動くアクチュエーターを作ってみたりとか、随分遺伝工学が発達して、実際に我々一人一人がワクチンを打ったりとかするぐらいまでなってきましたね。つまりコンピューターの中で作ったものが自然界の中でどう受け入れられるかっていうことを世界レベルで実験していたコロナ禍ってやつがありまして、まあ、ウイルスも変異するけど人間にもワクチンを打ち込むけどまたワクチンを再設計してウイルスも変異してみたいなのを毎週論文書いてたみたいな時代があります。あの時代にチャット GPT があったら1分に1回ぐらい論文書いてたんじゃないかと私は思います。なんで、まあ、もちろん GPT-3 が出たのは2020年なんですけど、当時論文書くような性能ではなかったわけです。で、日本人の自然観をいくつか振り返った最後に振り返る1枚がこれなんですが、これは1970年博の時に、オムロンの創業者の、立石さんって人が、社会の変遷をですね、サイニック理論っていうので書いてます。サイニック理論共同で提案した人がシニック理論って言ってたのでどっちも読みとして合ってるかもしれませんが、でそれが原始社会から、集中社会になり、産業社会になり、手工業社会になり、工業社会になって、そこを続けていく中で情報社会、情報社会、自動化社会、自立社会といって最後到達するのが自然社会になります。まあ、自然社会多分何も言ってない言葉なんですが、まあ、全てが自然に成り立つ自立の超えた先である、まあ、それは私たちはデジタルネイチャーと呼んでまして、まあ、確かに人間の手を離れた自然な社会っていうのはまああり得るよね。でそうした時に、まあ、自然と人間の関係はいかなるものなのかっていうのはちょっと考えないといけませんよねということをやっています。というわけでもう10分ぐらいになってきたんで最後まとめていきますね。で、その前に告知です。明日、明後日か明後日お披露目会がありますが、ぬるぬるの映画をこっそり作ってました。はい、なんで、はい、こんな予告編があります。はい、いろんな人がいろんなことを言っています。虫食い、ヒデさんの虫食いのところがはい、引き続きクラファンもやってるんで、ぜひクラファンよろしくお願いします。告知なんですけど、ちょっとね、やっぱ大阪から、横浜まで何が重要かってことを考えると、まあなんか大阪ではこう屈強な万博市民がたくさん育ったんですよね。椅子を持ってやってきて勝手に並ぶという特殊な人たちです。はい、特殊です。しかも空調服を身につけていて、暑いところで全日程対抗型ですから。花博の会場にこの前足を伸ばしたらですね、自然な風が吹いてきて気持ちいいんですが暑いです。はい、なんでだいぶ屈強な万博民が命試される場所になると思うので、ぜひ大阪から流れ込んでる人たちがどのくらい流れ込んでくるかがすごく重要だと思います。でも万博で良かったことはやっぱそこかしこで国際供養庁が生まれて文化芸術思想の復権そして祝祭今の地球規模課題とは何かということをみんなで考えたということです。でその中でやっぱりいろんなところで例えば伝統文化のねお茶やろうってお茶やってたお茶やってたはずなんでなんで新世界混ざっちゃったんですかいやー新世界茶会ってことで新世界やりながら茶会やってもいいじゃないかとかはい、こんなことやったりとかいつまで大蔵賞を取ってたんですかっていや4年前に実は全身スキャンさせていただいてみたいなことをやったりとかですね、伝統文化とデジタル混ざりながら結構いろんなことをやってたんですがここに自然って要素が合わさってきたらどうなっていくんだろうっていうのは一個すごく楽しみな、ことでもあるわけです。でその中に、例えばね、伝統の中で森もあるし鏡もあるしとか言ってそのでも狂言があってヌルヌルがあってみたいなことをやったりとかいろんなことをさせていただいてたんですけど今回やっぱり僕が一つ重要だなと思っていることはちょっと寺田から最後また一歩を取らせていただくとこれヌルヌル狂言ねやりたい放題でいいのかという問題はされどこそあれ、でも文化はね作られていくものでございまして、
で最後の引用としてはこれかな、これ寺田が化け物の進化って、これちょっと前ですね、さっきのやつが1935年ですけど、その6年ぐらい前ですが、化け物がないと思うのはかえって本当の迷信であると。宇宙は永久に怪異に満ちている。あらゆる書物は百鬼夜行絵巻である。それを紐解いてその怪異に戦慄する気持ちがなくなれば、もう科学は死んでしまうのである。私は時々密かに思うことがある。今のように最も多く神秘の世界に出入りする者は、世間からは物質科学者と呼ばれる科学研究者ではありませんか。神秘なあらゆるものは宗教の領域を去っていつの間にか科学の国に移ってしまったものではあるまいか。またこんなことを考えて、科学教育はやはり昔の化け物教育のごとくすべきものではないか。法律の条文を暗記させるように教え込むべきものはなくて、自然の不思議への同型を吹き込むことが第一義ではあるまいか。これは教育者自身が常にこの不思議を体験していることが必要である。既得の知識を繰り返して受け入れするだけは不十分である。宗教的体験の少ない宗教家の説法で聴衆の中の宗教家を呼び覚ますことは稀であると同じことではあるまいかと。これはすごくいいフレーズなんですけども、AI ですよね、はい、死んだ科学は冷たい暗記である、その通りです。でそこにどうやったら生きたものをこう思い出していくかとか、あと化け物はいないという、化け物は科学的にはいないんですけども、化け物というのは作業仮説であるって寺田は言っています。それはどういうことかって言ったら、落雷が落ちてくるときにめっちゃ電圧が高いから当たると死ぬぜっていうのと、雷様がおへそ取っちゃうから出ちゃダメですっていうのは人類にとっては同じ効果があります。どっちがいいですかって言われたら、もう別に雷様にへそ取られるでもなんか悪いことあったっけって言われて悪いことないです。もちろん雷の本体が、電気であることを知るってことは大切ですが、別に両方信じてたっていいわけです。いやへそ取られるかもしれないぞって言って子供が、雷に外に出なくなる方がいいかもしれません。これは作業仮説の問題であって、で別に迷信を信じることも別に悪いことではありません。ただそれによって科学的判断が誤られることはあってはいけないと思います。ただここにポイントなのは、驚きがあって「ああそうか」って「雷様って電圧だったんだ」って言って、でも背中にビカビカしてる放電って何ボルトぐらいで作れるのかなと思えばサイエンティストの始まりですね。ここから先はあとコンピューターシミュレーションが必要です。っていうことを考えると、この生きた科学や生きた芸術をどう届けていくのかっていうのはおそらくとても大切なことです。でこんなワクワクした子どもたちを育んだりとか、ワクワクした屈強な万博市民を育むというのはものすごく大切なことなんじゃないかと私は思っています。で、その上で僕は万博の場所で、やってた時にやっぱ万博中に森はあったんだけど結構人工物だったんで、今回の園芸博はやはり自然と合わさってるというのは非常に重要です。だって人類は今でも災害が起こればね、ライフラインになって寸断されるし、そこで改めて自然の脅威をいつも感じたりとかしていくわけで、ただデジタルがあってスマホがあって、最近ではじゃあそこで通信を衛星から届けたりとか、じゃあ循環型のものを作ってライフラインがなくても過ごせるようにしたりとか、いろんな、自然との向かい方を作ってるわけです。でそういったものを改めて問い直すというのは一個大きなきっかけだと思っています。その上で、ちょっと宗教家っぽい話をするとですね、最近、よく仏像とか作ってます。これオブジェクト思考です。なんでオブジェクト思考菩薩だ、いやコンピューターの菩薩がいないと困るよねって言われながら菩薩を作ったりとか、真言の仏像なんだやってたりするんですよ。なんか落合さん新興宗教でも始めたんですかって、いや新興宗教を始めたんじゃなくて既存の宗教の中で頑張って活動してるんですけど、いろんなものを作っています。菩薩を作ったりとか、そうですね、最近神社を建てたりとかネギをやったりとかしてるんですけど、法人を始めてるんじゃなくて単純に宗教についてちゃんと考えるという仕事をしています。でもそれはすごく私は大切なことだと思っています。だって研究者でネギやってる人はめったにいないんですよね。でも神道の研究者でネギやってる人はいっぱいいます。逆に言うとエンジニアリングをやりながら仏教や神道を考えるというのは、結構面白いところで、私にとって両方とも作業仮説ですので、なんでこうなってるんだろうっていうのはめちゃくちゃ気になるんです。どうして直来で酒を飲むんだろうか、お祭りがないならお祭りを作ってみればいいじゃないか、計算機自然祭りだ、みんなでヌルの発表を着ようって言って、高山でお祭りをしたりとか出汁を入れる、出汁めちゃくちゃいい音しますねって、ウーハーが積まれてますね、超低音が出ましたね、ボーって音が鳴るわけです。それもそれでいいことです。神仏集合もよろしいと思います。で、お後からあと1、2分になってきたので、今日のまとめを1枚で出すと、今日の AI が作ったスライドの中で僕はこれが一番お気に入りですね。日本人の自然観っていった時に、この不可分な有機体が、コンピューターが入ってきてさらに大きな不可分な有機体になってしまう。デジタルとフィジカルの区別もつかないし、人間と自然と風土の区別もつかない。
でもこのつかなくはなったけれども、扱いはするようになった。それは AI は十分に賢くなってきたし、じゃあシステムは賢くなってきた。じゃあ人間は賢くなったら、人間はマジで賢くなってない。ほとんど変わってない。ただ人間を含めた1個の有機体は賢くなった。それはもちろん賢くなったわけです。でそうした時にそれを使いながら、この自然と伝統と文化と合わさりながらそれを面白いと思っていただける人たちをどんだけこの国に増やせていくかっていうことが、ここ2020年から25年27年ってこう来た我々の一個大きな使命であると考えておりますので、1990年の花の博覧会から2027年のこの長いパスではありますが、それを経てですね、大阪で花ハゲやってこっちで花ハゲやるわけなんで、まずは最初は多分大阪の人たちが熱い血をですね横浜に届け、その後ぐつぐつと煮えたぎっていい2020年代の着地を見せられることがあればなと思っております。というわけで拙い講演でございましたが、皆さんご清聴ありがとうございました。自然と人間の関係と、あとこの土地の関係を考えるっていうのは、やっぱ、万博の25年から27年のこの違いかなってちょっと思っていて。おっしゃる通りで、今度の博覧会って非常にゲニウスロキっていうんですかね、地霊学というか、その土地が持ってる潜在的な力をランドスケープイニシアチブでどう引っ張り出して、どういう会場計画を作るのかっていうところに力点を置いてますし、また落合さんにご協力いただくのもそういう要素であろうかというふうに思います。はい、私も今回の園芸博は一肌抜いてですね、ちょっとやろうと思っていますので